日経新聞は辛辣に書いてますね。欧州との関係強化、機会を逃す。首相 NATO 会議欠席。国会停滞、外交に影響。これ言うときますけど、国会に出てこないのは高市早苗ですからね。人間の尊厳を否定する法律ですから、皇室典範改正案は。俺のその元右翼青年としての血が騒ぐのは、金城陛下を根性陛下というような高市早苗が、ご皇室の制度に手を突っ込むなと思うね。せめて金城陛下とちゃんと読めるようになってから来い。ビビるで。25面全部検察不祥事。日本の最も深い闇なのかもわかりません。俺12日ロフトやねんな。ロフトプラスワンやね。なんか最近ロフトに出ることに緊張感を覚えなくなってきたの大丈夫なのかな。もうなんかもう今から憂鬱やわ。12日。夜ですよ。19時。7月12日日曜日。オープン18時半、スタート19時。限界地方政治出版記念イベント。現場で見た無法者議員と選挙ハックの真実。前売りが2000円で、当日券が2500円です。ぜひ現場でお会いしましょう。出るのが、俺と聖さんと千代さんやで。おっさんばっかりや、これ。ろくなもんじゃないね。サイン本入りチケットもあります。配信チケットで、3600円です。なんかもう、おっさんのごったにみたいになってるね。現場で会いしましょう。7月の12日日曜日。限界地方政治出版記念イベント。出演、菅野保、清義明、選挙ウォッチャー千代。おいえいベイビー。ダメなんですよ。ロフトで清さんでやると。清さんね、もう、途中で1時間超えたぐらいからね、もう飲みたくてたまらなくなってて、飲みに行こうぜっていうオーラがずっと出ててね、ダメなんですよね、あれね。ちょっと勘弁してほしいんですけど、勘弁してほしいんですが、読売新聞の一面の交代、アメリカ、イラン攻撃の応酬。ホルムズ海峡を通ろうとした商船に対してイランが攻撃したと言われています。で、この件に関しては、イランが正しいとか、トランプが正しいとかって、アメリカが正しいとかっていうわけ前に、少なくとも2月からイランとの戦争に関して、アメリカの政府から正しい情報が出たという試しはないのは事実ですので、どっちがええか悪いかの前に、アメリカが、イランがホルムズ海峡を通ろうとしていてた商船を攻撃したと言ったところで、ああ、そうなんだと信じれる余地はないです。全部嘘です。で、どれぐらい嘘かっていうと、昨日トランプ、この話をするときに、新聞どこも書いてないですけど、イランと日本を言い間違えてるんですよ。知ってる？意味がわからんと思うけど、Yeah! We made a deal with on the wall, but the deal was the Islamic State of Japan って言ってたよ。イスラミックステートオブジャパンですよ。日本イスラム共和国。ねえ、それ。で、もうね、で、それ、訂正しないんですよ。イスラミックステートオブジャパンで言いっぱなしです。日本イスラム共和国。ちょっとおかしいんですよ。ゼレンスキーのことはプーチン大統領って呼んでるしね。なんかネトウヨみたいですよね。俺以外みんな共産党みたいな、なんかそんな感じです。そのトランプがいろいろ言うてるんですけど、日経新聞、2面のこの記事を見ときましょう。NATO がね、イランとの戦争を応援してくれへんからや、みたいなことをすねとんですよ。で、すねて、トランプがすねとるから、というために何をしてるかっていうと、NATO がこんなこと言い出しています。アメリカのミサイルをヨーロッパ内で生産することを検討し始めた言うてるんですね。もうね、もうそんなんやったかって、死ぬの待つしかないと思うで、アホ。うちの親父の言うことで、やかな治らへんってやつです。もう、どうしようもないですね。はい。読売新聞はそこを詳しく書いてるんですけど、どういうことかっていうと、トランプから言わせると、NATO は、要はヨーロッパ諸国はアメリカの安保政策にただ乗りしてるだけだっていうことを言うてるんですね。いや、そんなこと決してないんですけどね。で、お前らもっと自衛しろと言うてるんです。トランプはNATO3.0 や言うてるんです。
で、もっと欧州が布団せなあかん言うてるんですね。もうほっとかなしゃないと思いますよ。その一方で、今回、NATO 閉幕って書いてありますが、これどういうことかというと、日経新聞と読売新聞両方お見せしますが、読売新聞でお見せしましょうか。読売新聞、NATO 閉幕でトルコで、トルコのアンカラで NATO の首脳会談が行われてたんですね。で、ここには、写真写ってますけど、イギリス、アメリカ、で、それからNATO のチェアマン議長、で、それからこっち、読売新聞の2面ですが、ゼレンスキーも来てます。ゼレンスキー来てるんですが、日本は来れてません。日本は来れてません。これね、結構重要なんですけど、高市が行けてないんです。国会対応があるからということで。国会対応があるから高市行ってないと。これアホのせいで、野党が要求するから NATO の首脳会談に出れないんだとか言うてますけど、いえ、こんなもん 100% 高市のせいです。実を言うと、この NATO の首脳会談に合わせて、去年の年末から今年の春にかけて、日本の政府はいろんな段取りを組んできたんです。安保3文書を急に改定したのも、で、安保3文書を急に改定して、日本の防衛産業が武器を輸出できるようにしたのも、今年の5月、7月の頭に NATO の首脳会談があるってことは前から決まってたからなんです。で、それがうまいことやって段取り通り進んでたらどうなってたかというお手本を示してくれた国があります。ちゃんと首脳がまともに国政をやっていてて、国政でつまずかなければどういうことができていたかということをお手本で示してくれた国があります。日経新聞の11年、韓国 NATO に武器外交、イン・ジェミン大統領が軍事費拡大を承期。さっき言ったみたいにトランプは各ヨーロッパ各国に負担を増やせ言うてるんですね。で、それは負担を増やすということはヨーロッパ各国が兵器の類に金を出すことの予算が増えるわけですから、ビジネスチャンスですね。だから韓国も日本も武器輸出ができるようにいろいろこの去年の年末からどんどん段取り据えてたんですけど、早苗トークンの件と誹謗中傷動画の件で、高市早苗が国会に出たくないって言い張って国会が停滞したがために行けなくなったんです。高市の能力が低いおかげです。おかげってせいです。せいです。日経新聞は辛辣に書いてますね。欧州との関係強化、機会を逃す。首相 NATO 会議欠席。国会停滞外交に影響。これ言うときますけど、国会に出てこないのは高市早苗ですからね。いや、ほんまそうですよ。もうそのうち高市早苗、国会は共産党って言いそうですよ。これ誰のせいもありゃしない。みんな高市が悪いんだって。これほんまにそうやねんから。だって自民党もどうしてええか分からなくなってきてんねんもん。もうえらいことです。はい。で、その高市のせいともう一個あるんです。これも日経新聞で恐縮なんですが、日経新聞がね、深刻な記事を与えています。これね、僕が自民党の弱体か自民党の社民党かって言ってるやつの一つなんですけど、13年ぶりに、国内の倒産件数が増えました。倒産件数5300件、13年ぶりの多さ。物価高、人手不足で淘汰。これどういうことかというと、イラン情勢もあって物価が上がってる、物の値段が上がってる、それから人手不足。この両方で経営状態が悪化したわけでもないのにもかかわらず、いわゆる昔の言葉で言うとローム倒産とかが増えてて、13年ぶりの倒産件数が増えてきた。13年ぶりに倒産件数が高くなったということです。で、これ潰れてんのはみんな中小っていうかもう零細企業がよう潰れてるんです、今。統計上ではね。どういうことかっていうと、一人親方の会社が潰れてるんですよ。飲食、個人経営の飲食店と、建設業、土建業でいうと、土木業でいうと、一人親方の会社と、個人経営の飲食店が潰れてるんです。で、それ、資本主義やから仕方がないとか、それはそうかもわからんねんけど、これほっといてええっていう問題では、自民党の場は言えんはずです。要は、繰り返しになりますが、一人親方の会社が潰れてんのね、今。で、みんな円が安いから輸入で買ってるものは値段上がってるから、建材でもそうです。輸入建材とか今めっちゃ値段上がってます。去年の倍以上してますよ、輸入建材全部。びっくりする値段してます。
で、これなんで自民党にとって大問題かっていうと、自民党の国会議員、とりわけ衆議院の国会議員が選挙に強い理由って何やと思う？自民党の衆議院議員というのはとりわけ、一人親方の親方なんですよ。一人親方の親方やから選挙強い。でも、今の税制とこの円安誘導のせいで、一人親方がどんどんおらへんようになってもうたら、一人親方の親方たる衆議院の自民党の先生方からすると、自分の選挙のドライビングホースが死んでいくってことなんですよ。で、これ円安、田舎の人は円安の影響なかなか受けん、田舎の人は円安喜びますけど、円安で輸出業がウハウハやとかって思ってるアホ、未だにいるでしょ？輸出しようと思ったら輸入せなあかんの。日本の場合は。地面掘って石油出てくる、地面掘って防気サイト出てくる、地面掘って鉄鉱石出てくる、石炭出てくるって国ちゃうねんから、輸出するもんは輸入して作って売ってんの。アホなんちゃうか。で、それで騙されてなんかもう田舎の人の生まれてこの方、あやとりしかしたことない人とのコミュニケーションはみたいな人らに喜んでもらって円安言うてるけど、そら会社潰れるよ。そして会社が潰れるというのは今の潰れ方してると自民党を支えている地域の地方の中小企業が潰れていくということは、これ自民党自分で自分の首絞めてるんですよ。まあもうしんどいです。まあでもそれでもええんですけどね、そういう一人親方がどっかに勤めになったら、我々は労働組合にオルグしてちゃんと我々のドライビングフォースにしていこうやないかと考える胆力のある野党の国会議員がおらんっていうのが不幸ですわな。あともう一つ毎日新聞言っておきましょうか。毎日新聞一面トップです。皇室典範の改正案が明日から衆議院の審議に入ります。で、与野党国会正常化で合意ってどういうことかというと、定数削減等の法案を無理に審議しようとしたことに対して、これ共産党と立憲民主党が進めてるんちゃいますよ。自民党と維新以外のすべての政党が、共産党から参政党まで、田村智子から神谷宗平まで、小池晃から百田直樹まで、自民党と協議できないということで審議拒否に入って、ようやく自民党が折れまして、定数削減法案を後回しにすると。で、副首党党案は別に通らんでもええかもわからんけども、皇室典範改正だけはやっとくんなましという話になって、皇室典範改正法案が出そうであります。これ気持ち悪いんですけども、ちなみに立憲民主党は、4面、毎日新聞の4面。中道改革連合、それから、中道改革連合の皆さんはどうされるかを知りませんけども、はい。立憲民主党は起式鮮明です。皇室典範改正案に反対します。参議院は。そうあるべし。まあ、もちろん根源にはね、人権という問題、それから人間の尊厳を否定する法律ですから、皇室典範改正案は、人間の根源、人間の尊厳というものを否定する法案に賛成するわけにいかないというのが本音でしょうが、テクニカルというか大義名分というか、表向きの口実としては、やっぱりね、審議の方法がむちゃくちゃですよ。衆参両院の正副議長が署名して国会の総意として作った案を内閣が完全に無視して全く別の法案作ってきてこれで国会通せいうのはね、それ国会舐められてるんですよ。で、それは野党が舐められてるんじゃないんです。内閣から自由民主党も舐められてるの。内閣は国会なんかどうでもええって、これ重たいですよ。重たいですよ。衆議院でも参議院でも自民党が第一党ですから議長は自民党ですよ。で、自民党の議長と野党の副議長、これが4人、衆参で2人ずつですから4人合わさって署名して、これで全ての政党の意見をまとめましたっていう案を作ったのに、それガン無視で違う法案作ってきてるのが、それは起こります。俺の本音を言うと、俺のその元右翼青年としての血が騒ぐのは、金城陛下を根性陛下というような高市早苗がご皇室の制度に手を突っ込むなと思うね。せめて金城陛下とちゃんと読めるようになってから来い。で、本日のメインイベントです。本日のメインイベント。毎日新聞最終面。ビビるで。
25面全部検察不祥事。こっち。これ違う記事ですよ。こっち。東京地検の特捜部の検事が、捜査対象女性と交際してた。自民党の裏金事件を地検特捜部の主任検事として現場指揮した男性検事が、捜査対象だった女性と不適切な交際をしていたことが関係者の取材で判明した。事件関係者の取り調べのため公費で使ったホテルに女性を呼び寄せて宿泊するなどしていた。法務検察当局も事態を把握しており、検事を懲戒処分する方向で調整している模様だ。隣の記事です。これビビるで。明日初公判なんですが、どんな事件かっていうと、大阪地検特捜部が捜査した事件で、陵辱行為にあたる取り調べをしたとして、特別公務員に暴行陵辱罪で不審判決が出た元特捜部の田淵大輔検事の初公判が10日大阪地裁で開かれる。語気強く自白を迫る取り調べの手法はこれまでも冤罪を誘引する原因とはなってきた。なぜ繰り返されるのかということを毎日新聞詳しく書いてるんです。で、これプレザンスの事件やった検事ですよ。これ写真写ってんのこれ、田淵大輔じゃないです。これは市川博さんですからね。これ違う人の写真ですからね。でもね、言うてることがひどいですよ。これこの検事を訴えてる側の弁護士さんの写真ですからね、これ。このメガネかけてる おじさんの顔。これは、この裁判を訴えている弁護士さんの顔ね。間違えちゃダメですよ。その田淵大輔検事の取り調べ時の言動。約50分間にわたって一方的に責め立て、うち15分間は大声で怒鳴り続ける。机を叩いて大きな音を出し、相手の弁解を遮る。で、発言の内容。なおまだ弁解するのか。なんだその割りぶれもしない顔は。悪いと思ってんのか。もうさ、あんた積んでるんだから。一丁前に嘘ついてないなんて格好つけるんじゃねえよ。次すごいよ、これ。これ検察の取り調べ。人の人生狂わせる権力持ってんだから。こっちは。ちっぽけな誤信とかで人を殺すことだってできるんですよ、私らは。冤罪で誤信でお前殺せる言うてんねんで。で、まあこれの特別公務員暴行陵虐罪で裁判にかけられるということなんですね。いやー、まあね、ちょっと検察やばいっすね。まあほんまそうね。わざわざ冤罪と分かってやるのは冤罪と言わないかもわからないですけどね。なんて言うんでしょうね。いろいろ頑張って捜査して、いろいろ頑張って調べて、いろいろ頑張って裁判してみて判決出したけど、間違ってましたっていうことを冤罪と言うんであれば、今の検事の発言はなんて言うんですかね。事件の捏造って言うんですかね。冤罪というのは間違うから冤罪なわけじゃん。間違ったから冤罪というわけでしょ。一生懸命やったつもり。でも自分では調べたつもりで間違えた人を犯人にしてしまった。これが冤罪です。だけど、ちっぽけな誤信でお前なんか殺せるんだって言い張るのは、それは、冤罪ですらない。なんて言うの。で、まあ、プレサンスのその事件ってのはまあもうちょっとひどいんですけど、もうちょっとね、これどうしようもないですね。どうしようもないですね。ということで、検察があまりにもひどいということでした。毎日新聞最近検察をこうやって一生懸命、山口地検岩国支部の件もそうですけどね、検察取材というのに力を入れてるっぽいです。まあ、日本の最も深い闇なのかもわかりません。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。